現場ボーン。アップデート後。お久しぶりのビーバータイムです。今回のアップデートで追加されたのは主に汚水、触れるとビーバーが病気になっちゃう厄介なやつ。もちろん飲むことはできないぜ。そんなイカれた世界に挑戦するのはこちらアイアンティース。ムキッとした怒り方が頼もしい。マップもこんな感じで汚染源のあるものに更新されました。今回はなるべくやりごたえのある、難しそうなマップにしましょ。汚水が多いところに果敢にチャレンジ。そんなわけでこのビーバーローマに決定。伝説のメトロポリスを作り上げるためビーバーの先祖は7つの巨大クレーターを星上げた。今日の木工技術をもってしても、これは至難の技である。これはやばそう。そして難易度はハード。この世界結構厳しいから注意を怠るなよ。あいよ。開始地点はこんな感じ。大きなクレーターで水に困らなそうだけど、陸地が少なすぎて難儀しそうだな。実はアップで前もビーバーたちとは結構遊んでて、簡単な普通のマップだとハードでやっても10サイクルちょっとで安定。見どころないので動画がお蔵入りになってます。これやり込みすぎてぬるゲーになっちゃったのな。まあ私にかかればどんなマップだろうと楽勝であります。そりゃ頼もしい。ここはビーバーたちの伝説のメトロポリスの跡地。私はここにビーバーの楽園を築き上げるぞー。そして開発は順調に進み、4サイクルになり初めてのアクシオの前兆。アクシオの始まる半日前に水門の設置が完了。ほうほう。これが初のアクシオ。みんな水が汚染されるぞ。気をつけろー。綺麗だった水源がみるみる赤くなっていく。一応ポンプにはフィルターがついてるから、高濃度じゃなければ汚染水も飲める模様。効率とかは下がるかもしれんな。さて隣のクレーターに汚水が入らないように、もう少ししたら水門閉めましょ。汚水の水位が上がってきたら周辺の作物や木が汚染されて枯れた干ばつと違って即時枯れるのかよ。厄介だな。せっかく森番の詰め所立てて成長の遅い多く育ててたのに、育ちきる前に枯れちゃったよ。どんまい。ってなんじゃこりゃー。汚水びっしゃびしゃやないかーい。なんてこった。やっちまった。やっちまったよ。安定のやらかしー。素で水門の管理を誤る。お前頭ビーバーかよ。隣のクレーターの汚染も諦め急いで水門を開放。だが枯れた作物たちはもう帰ってこないぞ。こりゃ食料難し。こうして村は荒廃した。そしてアクシオが過ぎ去り5日目。まだ水源のあるクレーター汚染されたままか。あれ森番の詰め所のビーバーがいなくなってる？マルタもうねえのにどこでサボってんだか。そして2度目のアクシオの発生と同時に変わり果てたビーバーの姿に気づく。うわなんか紫色になってる。ビーバー汚水浴びて病気になっちゃった。ゾンビーバー。中毒状態になったビーバーは働くことはできませんが食料と水は消費します。どうしましょう。参ったな。とりあえず医療ベッドを開放して設置。ゾンビーバーを治すのは除染ポットですよ。医療ベッドちゃうんかい。いやこれ研究ポイント400も使うから開放できないよ。動力も100使うしこやつんだな。ビーバーたちよ。すまぬ。こうして1回目のメトロポリス挑戦は失敗に終わった。そして2回目のチャレンジ。お、12サイクルまで生き残ってる。順調だな。水源を管理するため大規模事業も始めたし、あと数サイクルあればアクシオも管理できるかな？はい、アクシオ20日間です。さすがにそれは、これはきつい。水も食料も足りず、ビバステ山に5ビーバーが送られた。そっちには野生のベリーがある。なんとかサバイバルで生き抜くのだ。結果20日のアクシオを乗り切った時には、最大35匹いたビーバーが20匹にまで減っていた。だいぶやられちまったが建物がある。これならまだ建て直せるぜ。そして5日後の朝。間もなくアクシオがやってきます。いやまだ水源真っ赤っかなんだが。はい、今回のアクシオは19日間です。それは無理。こうして2度目のチャレンジも失敗に終わった。うわ次は絶対成功させるぞー。アクシオなんざいつか手玉に取ってやらー。開拓地名をリベンジャーフォーリンラブと命名し、3度目の正直を開始した。これ4度目です。3度目どこ行った？夢中になりすぎて録画忘れた。頭ビーバーかよ。さあせーん。それではビーバーたちのご入場です。さあこの地に栄光あるビバノポリスを建設するぞー。まずは町の中心の南側の木を伐採。何をするにも丸太が必要。ビーバーのライフワーク。大自然は厳しいぞ。急いで手をこねこねして木こりの起点を作るのだー。お、完成した。労働時間4時間延長ね。いきなり毎日4時間残業を言い渡す鬼監督。ビーバーの幸せは労働である。ひでえ。そんでその丸太でポンプと小さなタンクを作り、お次はベリーのため最終車の起点を設置しましょ。
一応これで食料と水の確保完了だぜ。そういえば前のアップデで倉庫の仕様がだいぶ変わって、ごちゃ混ぜじゃなく一箇所一品目になりました。どこに何保管してるか忘れないように注意しないとだな。丸太や板鉄くずとかも工業用の置き場で別仕様、資源の管理方法が若干変わりました。板は工業用だけど歯車は倉庫だったり、ビーバー独特の分類である。さてお次は農地を建設と、序盤はやることいっぱいだぜ。最初に栽培するのはコールラビ。旧バージョンの人参ポジかな？これは生で食べれるお手軽な作物。ググったらキャベツの禁煙の野菜みたい。サイですか？繁殖ポットで増やしましょう。アイアンティースは水とベリーで増える不思議なビーバー。開始4日目で家の建設に着手。ホームレスからの卒業。丸太40本で地味にコスト重いよ。次は発明家で研究ポイントの獲得。他の施設のアンロックに必須だぜ。作りたいものたくさんあるので建てましい。余分に作って労働力余ったらねじ込むスタイル。続いて製材所を建設しようと思ったけど、動力も必要なので先に小型水車の建設に着手。なお水車を回すのは垂れ流しの汚水である。汚水車が完成したので製材所と、これで丸太を板に加工できるぜ。コールラビの収穫が始まったので、今度はキャッサバの作付けを開始。旧バージョンのジャガイモポジの作物。てかキャッサバも芋だよ。確かタピオカの原料だったかな？それ。南の木材がなくなってきたので西に進出だー。ビーバーたちが通った後はハゲ山しか残らん。あ、干ばつ始まった。まずは6日間の干ばつか。特に準備してないけどこのくらいならまあ楽勝かな？クレーターの水源が使えるうちは水では困らんぜ。残った切り株は無償で敷ける道で潰して、建物取り潰してきれいさっぱり。小技入りまーす。で跡地に板用の資材置き場建設と、狭いマップで必死にやりくり。コールラビ収穫してくれないなぁ。と思ったら倉庫作り忘れてた。安定のやらかし小さな倉庫なんてのも作ったのでこっちにはキャッサバ入れときましょ。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。培養ポットからコビーバー出てきて家が足りないので、建てまし。ちょっとずつ街が賑やかになってきた。そして製材所を稼働しようとしたら問題発覚。道が繋がらない。悲しいほどに残念なビーバー脳であった。泣く泣く新築の資材置き場を破壊。お、瓦礫が出てきた。これも新しい要素かな？一部でも資材が返ってくるのはありがたい。これを使って資材置き場を再建設だー。お手数かけて申し訳ないがご発注だ。もう一回建設してくれ。さて発明家をもう一件と、研究ダッシュ。そんでゲットした研究ポイント20で開放できるお手軽な低木をアンロック。美意識が1上がって幸福度アップ。ってこいつ怪我してんぞ。こりゃいかん。急いで医療ベッドを開放して建設だー。前のバージョンでもあったけど薬の概念がなくなって、ちょっと仕様変わった模様。毛がビーバー、完成前の医療ベッドの前をうろうろ。尻尾に包帯巻いてる、何かに挟まれちまったのかな？建設者、ベッド設置急げー。無事完成してベッドイン。お大事に。あ、食料ゼロになってますよ。だー、毛がビーバーの撮影に夢中になって気づかなかった後の祭り。一応作物は育ってる、農家に直接食べに行って耐えてくれー。板が完成したので森番の詰め所を開放して、ベリーの増産。なおベリーを植え終わったら速攻で別の仕事に行ってもらう予定。細かい人員配置に苦労しております。ここで干ばつ終了、なんとかみんな生存。ビーバーみんなガリッガリ。しくじっちゃったてへ。軽いなおい。歯車の生産にも着手したいので、小さい倉庫建設。歯車工場も動力いるから、改良はもう少し後になりそうだな。西側も半分ほど伐採終わったので、森番の詰め所立てて植林しましょ。何をするにも丸太がないと始まらん。そして思ったよりも食糧難が続いちゃってるので、発酵所を建設。キャッサバはここで発酵させないと食べられない。さあ飯が欲しくば急いで立てろー。ガリッガリのビーバー相手に鬼かよ。干ばつが始まりました。食べれる食料ゼロの状態で8日の干ばつが開始。あ、これちょっとやばいやつかも。ビビってこっそり夜中に農場を建てまし。遅えよ。さあせーん。森番の詰め所が完成したので多くの植林を設定。時間かかるけどいっぱい丸太の取れる、旧バージョンのメープルポジの木。発酵所が完成したので早速キャッサバを設定。発酵した大豆なんてのもあるぞ。この世界のビーバーは納豆食うのか。
そして発酵所に殺到するビーバーのズー。人間はタピオカに列を作ったが、ビーバーは原料のキャッサバに列を作った。即完売。また明日来てくれ。カガとソックが上でなくなりましたすまぬ。序盤の作付け面積ミスと倉庫の建築忘れが原因だな。ごめんちゃい。まあくよくよしてても仕方ない。先に進むぞー。小型の水車2機じゃパワーちょい足りてないぜ。発酵所も動力いるの地味に辛い。歯車工場も建てたいしもっと水車増やさなきゃ。だな。あ、そうだ。堤防アンロックして水流調整したら動力増やせるかな？少しコストかかるがさらに南にも行けるようになるし、やる価値はありそうだ。前の干ばつが終わって3日、もう干ばつの警告。干ばつ来るの早すぎん。気にせず東の木の伐採開始。ここもあっという間にハゲ山になりそうだな。うおー、ちょい迂回するけど北側にも進出だー。あれ？そんな長距離ビーバーの行動範囲限界に引っかからんのか？アップデで仕様変わって行動範囲は撤廃されたよ。でも移動に時間かかるから新しい街作れるならその方がいいし、道がないと作業できないのは同じ。今は一つの街すら危なっかしい運営状態、強行して進むしかねえな。今後必要となる遺跡がここにある。渡るための足場ができたら金属スクラップをいただくぞー。かなり遠いが汚染されてない安全な採取場所、そこしかなさそうだし致し方ないな。そしてちょびっと食料の在庫ができたところで、6日の干ばつが開始。ベリー不足で培養ポットも止まってたし、ビーバーも漏水で減って今回は食料余裕かな？今の状態でも労働力細かい人事異動してる状態だし、もっと労働力を増やさねば。じゃベリー採取の再開だ。繁殖ポットで増やしましょう。水とベリーで増える不気味なビーバー。そして何事もなく干ばつ終了。クレーターの水がある限り干ばつには負けえん。なお干ばつの間はちまちま水車関連建設してました。歯車工場まであと少し。そして干ばつ明け3日。間もなくアクシオがやってきます。クレーターの水、汚染されちまう。ついにこの時が来たか。成長に30日かかる多く、こんなん絶対枯れちゃうよ。こりゃなかなか手厳しいぜ。そして今回は何のアクシオ対策もしてないノーガード戦法だー。アクシオが始まりました。あ、でも3日間だけだ。でもそれなりに汚染されそうな予感。だな。では3度の敗北の後に開始した町が最初のアクシオの洗礼を受けつつ今回はここまで。面白そう、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価おなしゃーす。途中で打ち切りが回避されます。自称ビーバー上級者気取りで初めてハードのアクシオにボロクソにやられるレイム。果たしてアクシオを制しビーバーの楽園を築くことができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。いやこのマップマジで理解するまでほんと難かったんよ。言い訳すな。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。